皆さんこんにちは、みさとです。ここは近鉄の大和八木駅です。お昼を過ぎた13時前になぜここにいるのかと言いますと、近鉄の優待券が7月末で有効期限切れになるので、それまでに使ってしまおうという魂胆です。ということで今回はこれからアーバンライナーに乗ります。大和八木が13時2分発のアーバンライナーの到着です。今回はレギュラーシートを利用します。名古屋行きのアーバンライナーは大和八木駅を発車。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は名古屋行き特急アーバンライナーです。次は名張です。大和八木を出ると間もなく大和三山の一つの耳なし山が見えます。今回のアーバンライナーは2つ目の停車駅の妻で乗車です。ここでアーバンライナーのレギュラーシートをちょっとご紹介。座席の背面にはお手洗いの場所などの車内のご案内があります。その下に網ポケット、さらにその下、足元にはフットレストがあります。この状態、金属部分を靴に寄せる感じで靴を履いたまま利用できます。フットレストを手前に倒すと布張りの面が見えて、靴を脱いだ状態で利用できるモードです。足元壁のところにコンセントがあります。通路側のみで2座席に1箇所ということになります。テーブルはアームレストに収納の三角形な形で、最近の座席背面のテーブルよりは小ぶりです。隣との座席の間にアームレスト、左右分個別にあります。シートの紹介をしていたら大和朝倉駅を通過。ここから相原駅までの間で急な坂を登っていきます。進行方向左側が登っていく風景を見ることができます。今、奈良県で一番東にある三本松駅を通過。三重県に入りました。私は津でアーバンライナーを降りますが、津の前に名張に停車します。名張駅に停車中です。大阪難波と名古屋を結ぶ名阪アーバンライナーですが、名張で下車されるお客さんも多いですね。名張駅はたまにツアー形式で走る夜行列車火の鳥が夜中の間長時間停車する駅だったりします。伊賀鉄道乗り換えの伊賀神戸駅を通過。伊賀鉄道の列車もすれ違いました。一部の特急が停車の榊原温泉口駅を通過。伊勢中川の短絡線を通過中です。右側の車窓だと近鉄大阪線名古屋線が見えて短絡線であることがわかりますが、今日の左の車窓だと中村川という川を渡っていることがわかります。ご乗車ありがとうございました。津に到着です。お出口は右側です。ということで大和八木から56分で津駅に到着です。さて、近鉄の1枚残った優待券はここで使用終了。ここから先は自腹の旅です。津駅の西口です。お昼ご飯がまだなので早く食べたい。駅のすぐ近くなのでもう見えていますね。今日のお昼はうなぎです。大鑑定支店の津駅西口店です。さて、何を頼もうかなって、本日売り切れって書いてます。そういえば昨日は7月26日で土用の丑の日。その影響かもしれませんね。営業時間自体は11時から20時までと調べた上で来ました。土用の丑の日の翌日だから大丈夫かなと高をくくってきましたが、逆だったのですね。見切れてますが、この日は14時までの営業と書いていました。今日は仕方ないですね。近隣のうなぎのお店を調べても14時までの営業でした。他のうなぎのお店もダメなら他にしましょう。ということで、ここは津駅の南側の踏切。JR や近鉄に乗っていると見えるこのお店はここ一番屋。今日のお昼はここにします。お目当てはこちらです。
映画のちいかわとタイアップしたカレーがあるんです。コラボカレーのオリジナル島カレーはありましたが、コラボドリンクセットの第1弾の方が販売終了でした。島カレーだけでもいただけたら満足です。オーダーした島カレーが到着しました。島カレー注文の方にプレゼントのステッカーもいただきました。ステッカーはモモンガでした。そして島カレーをいただきます。今回はご飯少なめにしています。辛さも辛くない方でお願いしました。いつも家では中辛なんですが、高熱いと汗が大変なことになります。ご飯少なめは時間的に14時も過ぎて遅く、夕飯が食べられなくなるので、今回は少なめにしました。カレーの具には貝柱やアサリが入っています。映画に出てくる島カレーのように貝汁はついていませんが、その代わりでしょうか。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。津駅の東口に来ました。帰りは JR で帰ることにします。いいご予約で予約していた乗車券を津駅券売機で発見しました。奈良県に戻るならまずは亀山へ行きます。15時19分発の普通列車亀山行きです。ちなみにこの列車14時57分に津に着いて、発車は15時19分、24分間も停車します。その間に快速三重16号と特急南紀6号が先に発車するダイヤです。先に発車といっても快速三重と南紀は伊勢鉄道を経由して名古屋行きで、亀山行きとは微妙に行き先方向が違うのですけどね。快速三重は私がホームに来る前に出発していて、特急南紀が来て先に発車していきました。特急が発車してもまだ7分あります。出発もしてないのにのんびり鈍行列車の旅気分になってきました。15時19分、ようやく亀山行きの発車時刻です。20分以上停車していた宇佐を晴らすように速度を上げていきます。18切符で夏旅をしているような気がしてきました。津の隣の一心田駅、もう夏休みな時期ですが、ホームには下校中の高校生たちが。津で24分止まったばかりですが、一心田でも5分停車。反対列車と行き違い待ちです。駅と同じ近鉄で戻れば特急なら16時18分、急行の乗り継ぎだと17時11分に大和八木に着きます。ですが帰りは少し普通列車だけで青春18切符の旅っぽく帰ります。運賃は18切符より少し安いお値段で。下野小駅です。数人のお客さんが降りて発車。2駅過ぎたばかりですが、次はこの列車の終点の亀山です。もうちょっと乗っていたい気もしますが、紀勢本線の起点駅、この先は名古屋方面の電車に乗り換えるか、 JR 西日本の小さなディーゼルカーに乗り換えることになります。亀山駅です。降りたお客さんの数、2両目は空いていましたが、1両目に結構お客さんが乗っておられた模様。次の列車は16時11分発で30分近く時間があります。この時間を利用して途中下車します。ちなみに亀山駅は JR 東海と JR 西日本の境界駅です。名古屋方面と大阪、京都、奈良、鴨方面からはそれぞれIC カードが利用できますが、境界駅ということで西日本エリアからの IC カード利用客はここにタッチするそうです。私は紙の切符なので自動改札機へ。自動改札機でも途中下車員が押されたりしますが、亀山駅は下車員は印字されませんでした。久々に降りた亀山駅、駅前がちょっと変わっていました。タッチパネル液晶の観光案内がありました。
この近辺のシャープの亀山工場のものかもしれませんね。あと駅前広場などが一変していました。古い建物があったのが再開発されたようです。亀山の駅舎は変わりないんですけどね。開業当時の駅舎をリフォームして今も使われている亀山の駅舎。駅前には大和武尊命とその妻音立花姫の命の像がありました。古事記や日本書紀によると大和武尊命は亀山市の野母で亡くなったそうです。そして再開発でできた建物、キッドテラス亀山というそうです。市立図書館と後ろにマンション、商業施設があるそうです。しばらく私が来ない間にだいぶ変貌してました。亀山駅前。2008年の亀山駅前と2020年の亀山駅前です。2020年は駅前の建物が解体中ですね。大きな鳥居は再開発の際に解体されて今はありません。それでは発車時間も近づいたので駅に戻って改札内へ。向こうのホームにこれから乗る列車が停車中です。お茶の京都のラッピングトレインです。16時11分発鴨行きに乗ります。階段を降りてくるお客さんは名古屋発の列車から乗り換え。結構乗り換える方がいますね。時間になり鴨行きは亀山駅を発車。鴨までの途中の停車駅の時間です。終点まで1時間17分の旅。1駅目の関駅です。5分ほど北へ歩けば旧東海道の関宿があり、宿場町の街並みを見ることができます。ここから山あいの中を登る感じになり、鉄橋やトンネルもあります。兜駅です。関西本線のこの区間は今では普通列車のみの運転で小さめの車両で運転されていますが、昔は貨物列車や急行列車がたくさん運転されていた幹線で、長い貨物列車や長編成の列車が発着できるように駅ホーム、駅の線路も長めになっています。次の次駅との間には兜越えと呼ばれる急勾配区間があります。伊勢平野と伊賀盆地を隔てる峠越え。兜駅と柘植駅の間は 8.9km も離れており、単線なので以前は途中に列車を行き違いするための信号場がありました。現在では貨物列車も運転されなくなり、運転本数も少なくなったので廃止。信号場のホーム跡や線路が敷かれていた場所で痕跡を見ることができます。電車の架線があるこの駅は柘植駅、草津線との乗り換え駅です。反対の行き違い列車もお茶の京都のラッピング列車でした。草津線乗り換え3番ホームです。ここからしばらく伊賀盆地を走り、列車の速度は上がります。新堂駅です。駅の南側には図書館やカフェ、東役所の支所などがあります。隣の佐具駅は昔からの駅舎が残っています。もう少し伊賀盆地が続き、列車は軽やかに走ります。伊賀上野駅停車中です。亀山から菰までの間の駅は
この駅だけが JR の駅員がいる有人駅です。伊賀鉄道との乗り換え駅で、この電車に乗ると近鉄の伊賀神戸駅に出ることができます。伊賀盆地から外れて再び山あいになります。この辺りから鴨までほぼ木津川に沿って関西本線は走ります。少し開けたところになり、島ヶ原駅、伏線電化でつなごう名古屋、大阪の看板が見えました。島ヶ原駅を出ると三重県から京都府に入ります。列車のスピードがゆっくりになり、坂を登っていることが伺えます。県境を越えていく感じがします。少し小高いところにある付ヶ瀬口駅です。車内の様子です。車内吊り広告の代わりにのれんのような柄、カーテンも同じ模様です。茶畑や茶摘み衣装、茶道具をモチーフにした柄が車内も彩ります。引き続き山あいを走ります。下に見えたのは国道163号、大阪市と三重県津市を結ぶ国道です。大河原駅に停車。駅の前は先ほどの木津川が流れています。明治30年開業の駅にしては新しめの駅舎ですが、昭和28年の水害で駅舎が流され再建されたそうです。整理券を取る音が聞こえます。伊賀上のあたりまで降りるお客さんが多かったのが、京都府に入ってから乗車のお客さんが少しずつ増えてきました。時刻は17時15分ごろ、日が傾き夕方の雰囲気になってきました。木津川を渡る虎栖橋です。速度を落としていますが、木津川の渓谷美を見るためのサービスではなくて、通称必殺徐行と呼ばれる徐行運転。速度を見ると時速20キロになっています。落石や倒木が発生しやすそうな箇所が時速25キロの徐行運転区間になっているそうです。のり面の区間が終わり、見通しが良くなると速度が上がりました。この後は木津川沿いを走ります。昔は木津川を見ながら景色の良い区間だったのでしょうけど、木々が生い茂りすぎてあまり川の景色は望めません。落石多いが連続して険しい区間なのだと分かります。笠木駅です。鎌倉時代末期に鎌倉幕府打倒を目指した後醍醐天皇方と幕府軍が戦ったのがこの駅近くの笠木山。今 BSP4K で再放送されている大河ドラマの太平記の舞台の一つです。最近では木津川の河原のキャンプ場があるところとして知られているかと思います。もうしばらく木津川沿いを走りまして、最後のラストスパートといった感じ。こうして17時28分、鴨駅に到着。この列車の終点なので下車します。ホーム向かい側には乗り換える列車、区間快速の行き先が大阪環状線と書かれた列車。2両の列車から8両の列車に乗り換えなので余裕で座れます。この列車で王子まで乗車します。あとは寝ていても王子に行けますね。木津駅、奈良山駅と停車。奈良駅では8分間の停車時間。夕方の帰宅ラッシュが始まっている時間です。せっかく冷房の効いた車内が8分間ドアが開いている間に気温が上がります。この酷暑に公共交通機関で通勤の方は大変だなと思いました。
やっとドアが閉まり、奈良駅を出発。奈良駅と郡山駅の間の高架工事、だいぶ形ができてきました。2028年度完成予定だそうで、まだ2年はかかりますね。こうして18時10分、王子駅に到着。津から王子の隣の畠田駅まで買っていた乗車券を自動改札に通します。赤で王子と書かれた途中下車員が押されて戻ってきました。津から王子と畠田は1980円で同じ運賃です。そして途中下車が可能な切符。王子駅で改札を出るときに記念で切符が欲しいとお願いしなくても手元に残せます。乗り鉄の猛者の方なら多分よく実践されるのをやってみました。ということで出発の大和八木ではないですが、奈良県に戻ってきました。今回うなぎは食べられませんでしたが、近鉄大阪線で釣り向かい、帰りは JR の関西本線を利用。時間に余裕があれば行き帰りで違うコースで帰るのも楽しいかと思います。関西本線のローカル線を味わえましたし、充実の旅でした。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。